おはようございます。画家の小木曽です。どこからやねんシリーズですけども、今日の動画はですね、こちらの作品をお見せしたいと思います。こちらの女性が森の中に寝ているという作品でございます。さあ、どんな風に仕上がっていくんでしょうかね。ぜひ楽しんで見てみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。森と女性、パート2ということで、同じような感じで逆向きの女性の作品も描いております。古典に向けてこうやってある程度ですね、数が必要なんで、だいたい40枚とかぐらいとかかな。いつもそんな感じですね。展覧会に向けて。で、同時になんか4、5枚を1ヶ月で描くとか、1ヶ月半、2ヶ月で描くとか、なんかもうそういう風に、結局乾かす時間とかがあり、墨入れという作業をしていってます。形はですね、これ転写してます。で、10号のサイズなんですけども、写真をこの10号サイズに何倍ぐらいやったかな、覚えてませんけども、拡大コピーをするんですね。A3 とか A3 の伸びというやつにプリントアウトして、で、それを、コピー機にかけて、1.5 倍とか計算するんですよ、ちゃんとね。で、それを転写して、で、顔なんかを若干変えてたり、本人の要望に応えつつですね、若干変えたりなんかしながら、本当よう寝そべってくれはったなって感じでございます。で、今、墨入れという、僕は白亜地という下地を使っていますので、キャンバスとかで、もうできるとは思うんですけど、僕なんかはもう本当に全部責任を自分で取りたいというか、ですね、まっさらな、もうツルツルの、なんていうの、炭酸カルシウムとニカワと5分と、そういう動画も、これで墨入れが終わりました。インプリマット裏1層目、ということで、ここの場面というのは絵の具を練るシーンっていうのは、かなりいろんなところで使ってますけども、これが一番通常のスピードかもしれませんね。コバルトブルーとローアンバー、テレピンを混ぜて、よく混ぜる。まずちょっとでいくんです、ちょっと。で、それでぐちゃぐちゃぐちゃとしっかりと混ぜ合わせて、僕はこの、もうちょっと安い絵の具使うときも、ウルトラマリンブルーとか使うときもあるんですけども、なんかこの、4枚か5枚か6枚、この場面が出てきた動画っていうのは、同時に書き出したんやなっていうのがもうわかりますよね。で、同時に書いていって、っていう感じですね。一枚一枚書いていけたらいいんですけど、やっぱもう乾き待ちとかの間がですね、やっぱりどうしよう。それで超速乾メディウムをちょっともうこれは締め切りやばいぞと。24、5枚送ったんですけど、こんなもんかなと思ったら、いや、あと先生15、6枚みたいな感じで言われて、おうそうかそうかみたいな感じで、それでもここの段階っていうのだけは超速乾を使って、3日後ぐらいには書き出せます。2日後か3日後。次の日はちょっと危険かなと思うんで、またテレピンを混ぜて、しっかり混ぜ合わせて、テレピン3ぐらいに対してポピオイル1、で、超速乾メディウムは絵の具の量に対して3分の1以下とかぐらいかな。ほんの少しとかの時もあります。それでポピーオイルを混ぜます。テレピン3、ポピー1ぐらいですね。で、絵を混ぜて、ハケで塗っていきます。この場面を何度も皆さん見ているんで、また同じの使ってやるなって感じでしょうけども、ね、そんなところも許してください。皆さんに見やすいように、この、後ろにある、箱ですね、あれ黒く塗ったんですよ。誰か気づいた人いましたか？ちょっと見やすいかなというふうに、ですね、横で、波形は横に塗って、縦。今日は思いっきりもう全編雑談でいきましょうかね。久しぶりにね、もう喋りたいこと喋ればいいかなと思いますので、書き方は他の動画とかも見てもろたらいいかなと思いますけども、やっぱ皆さんお好きなのはなんか東京芸大っていうところどこですかね、どんな感じですかっていうお話を聞きたいんでしょうね。入るのが一番難しいけど出るのが一番簡単と言われている大学ですよね。出るのが、私の学生の頃の話になるともう20年ぐらい前、ちょうど20年か。2002年に僕大学院出ているので、ドクターを出たのが2005年なんで、20年ぐらい前とかのお話なんで、許してくださいというか、というか、本当になんか個性豊かな人たちが集まっていましたよ。もう、私の一個上やと思うんですけどね、俳優の伊勢谷友介さんが確かいた。一個上かな？年は一個下、同い年か一個下やったと思うんですけども、一個下だったかな。
なんかそんな感じで、もう浪人、彼が現役で芸大のデザイン科受かってるんですよね。当時付き合っていた女優さんとかが学祭に来てたっていうのを、僕は見たかな見てない噂は聞いたことありますよ。調べてみたら、誰かでわかると思うんですけども。そういう方もいて、ですね、もう個性豊かな、面白いもので上野というところにあって、皆さん入れますからね。私が学生の何年生かの時に東京芸術大学美術館みたいなのができたんですよ。で、何年生だな覚えてないけど、もともと大浦食堂っていうのがあったとこちゃうな、建てられて、で、大浦食堂っていうところが美術館の方に移転になって、ブーブー言う学生いましたけどね、なんでやねんと思うんですけどね、なんかそんなん見てて面白いなと。大浦食堂におじさんがいて、僕学生終わった後も、ここ5、6年前になんかね、辞められたって聞いたんですけども、全然変わらず、今も大浦食堂ってあるんですか？すみませんけども、そのおっちゃんがね、学生のことよー知ってるんですよ。で、僕のことも大木曽くんって言って、僕あんまりそんな密に喋ったことないんですよ。私、学食とかあんまり昼休みとか行きたくなくて、昼休み後ですね、1時とかに行っていたんで、大浦食堂もほぼ行かなくて、温厚の方のキャッスルって言って、お城ですね。そっちに行ってました。そっちの方の、洋食屋さん的な感じの、学食。で、東京芸大って道を挟んで、美術、上野動物園に隣接している方が美術、で、道を挟んで向こう側が音楽だったんですよ。だから僕は上野動物園第二動物園と、上野第二動物園とでも呼んでいましょうか。そんな感じでしたよね。今、釜湯という作業をしていってます。で、僕が入ったのが1996年やからもう26年前、四半世紀前の話、今どうなってるか知りませんけど、私たちの頃も一応なんかですね、夏前になると、みこしというのがあって、ハッピーを作ったりするのが1年生のなんか役目で、あれは案外僕なんかめんどくさかったですけど、で、僕同級生の玄ちゃんっていう子が、中心になって、中心っていうか無理やりやらされてたかあったんですけど、ぜひその三宅くんとの対談っていうのをもう YouTube に残ってますので探し出してください。あんま視聴回数伸びてないのでよかったら皆様貢献してもらえると。彼が若干卑猥なモチーフで、なんかみこしを作って、ですね、はい、なかなかアバンギャルドな。もうここ何年かわからん、15年ぐらい前からかもうなんかみんな競うようにめちゃくちゃすごくなっていって、油絵家っていうのは一番なんかクオリティがずっと低かったですけど、今なんかたまにネットとかでツイッターとかでなんか芸大のみこしつ芸みたいなんで出てきたのを見ると、どれが何かわからんぐらいに、昔はやっぱ彫刻家と工芸家、デザイン家、順番で言うと、彫刻工芸が強くて、で、デザイン家、日本画が、で、ダントツで油絵家がひどかったっていうのが僕らの時代の雰囲気やったんですけど、今もね、みんなすごいですもんね。クオリティめちゃくちゃ高くなって。一回なんか学生さんとその作ってる現場見に行こうぜって言って、そしたら音響の方にもなんか、テントみたいなのを張ってやってて、うわすげえなと思って、ちょっとお話聞かせてって言われたらめっちゃ煙たい顔されたんで、もうええわと思って、うわすごいね優しい後輩やなと思ったんですけど、お話聞かせてあんまもらえんかったんで、もうちょっと聞かせてくれたんかな。一人女の子だけがいいですよって言ってくれたんですみません。なんかすっごい悪い印象だけ残ってて、煙たい顔されましたね。芸大生やなと思いました。私もそういうなんちゅうか態度の悪い学生やったんで、なんとも言えないですけど、ある時改心するというお話も何度もしてますけどね、最近視聴者になってくださった方のために、少しお話しすると、大学の2年生か3年生の時やったかと思うんですけども、もう俺は芸大生やぞぐらいの感じで選ぶってるっていうか、もうそうなってまうんですね、あの大学なんてね。僕は2浪して入った2浪の計算で1浪してむさびに行って、次入ってるんで、なんか俺はすごいんやみたいな。でもね、もっとすごいやついっぱいおるから、なんかめっちゃ落ち込むんですよね。
東大生とかでもやっぱいるらしいですね、落ち込む人ね。なんか俺はなんかこうちょっと新興宗教的なのに入ってしまう人ってそれタイムラプスでやってます。いるらしいですけど、僕なんかもう60人中37番やったとかなんか助手に聞かされた記憶があって、そうっすかとか言うてですね、僕ら芸大入った時確かね、現役の学生さんが一番やったとかいう噂聞いて、そうなんやって聞いたけど、結局その子多分もう絵描いてないですもんね。なんかね、変なもんで、僕が出る時は一応一等賞やったんですけど、で、何の話だった？みこしとかを作ったりとかね、だから秋口のちょっとインターネットとかで調べてみてください。皆さん芸大なんか入れますので、美術館なんていうのもやっていて、総工費これぐらいとかいうのを聞いて、すげえと思って、収蔵作品が日本で2番目に多いんですよね、確かね。国立博物館、すぐ近くにありますけども、そういうそこの告白の次に多い。なんでかっていうと、毎年自画像を買い取って、あれ油絵家と日本画家だけかな、油絵家だけかな、よくわからんですけど、それが毎年毎年増えていくので、僕のも自画像と卒業制作があるんですけどね、今ちょっと下の葉っぱ描いててますけども、多いからっていうので美術館を作るということになって構想が立って、で私の卒業制作のなんか木材が書いてあるんですけど、それ芸大美術館のところのおっちゃんにちょっと貸してくれませんかって言って、それを組み立てたんですよ。いつか展覧会とかでぜひ見てください、これ実はみたいな感じですよ。でなんかこう、東京芸大っていう東京芸大の何の話しましょうか。その芸祭っていうのがあって、言っていいよね言うんやけど、昔やっぱり緩かったんですよ、時代が。やっぱりこう本当に大変になりましたよね。お酒飲んじゃやかんみたいなとかね、ガバガバ飲んでました。もうガバガバで、なんか日中から酒飲んでるんですけど、もう6時かなんかに一旦終わるんですよ。一旦終わった後に、扉、1層目終了しました。で、終わった後に、なんかこう、扉閉めて追い出されるんですけど、その辺でくっちゃべって、大変申し訳ない、顔の構えをね、もうだいぶ終わってる段階ですね。2層目すみません、取り忘れていたと。今日ちょっとね、見どころ最後の方にちょっとありますよ。思いっきりスカンブルっていうのをダイナミックにやる瞬間があって、それによってぐわっと色白になりますんで、その瞬間は見どころですんで、しょうもない話はなんか寝ながらぼーっとね、作品は適当に見ながら聞いてください。でなんかこう扉を閉め切って、で外でくっちゃべった後30分か1時間するとみんな大学戻ってって、平陽寺登って、そこから裏芸といって裏芸術祭っていうのが始まって、また酒飲むんですけども、今飲んだらあかんのかな。やばいやついましたもんね。口になんかこう灯油かなんか入れてわーっと口から火吹いて顔を大やけどしたってやつとかね、僕らの代じゃないけどもうちょっと後のやつがもう本当にこう絶対アホな、それは自損事故やから知ったことじゃないんですけど、絵画塔っていう一応上野の山の上の8階建ての建物からロケット花火を打ち込んで外に撃ったとかいうのですごいクレーム来たとか言ってた。アホなね、それはもうアホなことですよね。なんか動物園から何か動物やめときましょうね。本当これ聞いたことあるんですけど、動物園から動物をなんか亡くなった遺体かなんかがどこかの蚊の冷凍庫にあったとか、やめときましょうね。なんかそう噂を僕も聞いた噂ですからねとかですね。その裏芸というのが始まるとまた面白くて。なんか私はね、ネズミレース、野球部だったんですよね、一応ね、なんか。そんな真面目に言ってなかったんで、なんかこう、忙しかったんで、絵描きさんの仕事とかですね。でもなんかこう、ネズミレースっていうので、日中は、いいかな、もう言ってまうわな、もうここで言ったら言わなしゃあないね。僕の友達の話ですよ。噂に聞いただけですけどね。で、日中はネズミを8匹ぐらい走らせて、一等賞当てたら子供たちにお菓子をあげると。で、その裏芸という夜の時間になったら、若干みんなお酒が入って真剣になって、なんか公営ギャンブル的な雰囲気になるみたいなことを噂で聞いたことありますもんね。8分の1やからなかなか当たらんのですよね。もう本当にたちが悪いあれですけど、そのネズミをみんなが次の日、何匹か持って帰ると、やっぱ20日ネズミって言うてすんごい増えるんですよね。大変なことになりましたね。最後まで、
展示を全うするまで買い続けましたが、どこからあれ買ってきてたのなっていうね。だからああいうのって毎年こう伝統的に引き継がれていくんでしょうね。面白いなと。当時携帯電話が出だしたぐらいやったからですね。でもそういうのちゃんとなんかノートとかに今と違ってノートとか残してたんか、なんか面白いなと思いました。もうそういうのってあんまりなくなりつつあるんですか？どうなんですか？芸大の野球部の方見てたら教えてください。僕は噂に聞いた話をただしただけ、ネズミレースというのをやっていましたよっていう話ですけどね。とかね、面白かったですよね。僕もだから芸大のでもなんか上級生になってくるとあんまり関わっていかないんですけど、大学院生かなんかの時はやっぱり卒生の後やったか大学院かな、なんかアトリエを開放を1日だけするわっていうことで、もう予備校の先生してたんで、高校生とか浪人生が見に行きたいですなんちゅうか、見においでなんて言って、その代わりあれで酒かなんか持って今度入れへんでとか適当なこと言ったら本当に酒持ってきてくれるんですね。ありがとうございました、その説は。でもなんかすんごい人だかりができてて、僕の担当の教授がお前なんか悪いことしてるんじゃないかって言われました。本当になんかぎゅうぎゅうのすし詰め状態になってたような記憶があります。なんか違う科の先生が小木曽くんちょっとアトリエ見せてって、他の学生さんを油絵科じゃない学生、ここね、結構思い切っていたでしょ。スカンブルビシューっと、違うか、今のじゃあもっとや、ごめんなさい、今スカンブルやったでしょ。もっといきます。後半もう全然まだまだ先でしたね。まだまだ先でした。すみません。でグレーズをしました。もっといきますんでこんなだから本当に重層構造が見てるだけでね、うるさかったらミュートにしてください。わかるんじゃないか。珍しいですよね。東京芸大の首席なんて人に会ったことあんまないでしょ。僕ないけど、僕の教え子もなんかなってたなっていう感じで、おめでとうなんて言ってですね。でもあんま続けてないかもしらんな。なんかそういういろいろいますけどね。あんまり成績とか関係ないんですけどね、本当にね。続ける人っていうのは続けるし、続けへん人は続け。よく聞かれるのはどんな仕事つくんですかとかってね。ただ僕の同級生って本当2000年卒業ってものすごい就職超氷河期で、みんななんとか生きていけるわみたいな人たち多かったから、その後なんか今から5、6年前に僕が東京で個展した時に15人ぐらい集まってくれたかな。60人中15人やからね、集まりいいですけど、みんな聞かなかったですもんね。何してんのってなんかそんな何してんの、生きてんねやぐらいの感じで、ハゲたなぐらいの感じですよね。小木曽くん毛多いなみたいな、ありがとうみたいな、そんな感じの会話しかあんませんかったような記憶ありますもんね。なんかそんな感じでね。ちょっと下の子はなんか油絵科でも電通とか博報堂とか入ってたような気がしますよ。ね、ようわからないですけど、僕なんかもうね、大学出たらどないしようかな思って本当に、予備校の先生をして、で博士課程を、終わる時まではやってたんですけど、予備校の先生もさすがにこのまま博士課程出ても残ってくれって言われたけど、もうずるずる行くのも嫌やし、なんかわからんからやめますわちょっとやめたのが29歳の時かな。でなんか1年間はどないしようかな思って困ったな思って仕事ないけどなんか、ちょっとだけ貯金あったから生きていけるかなみたいな感じやったですもんね。そしたらたまたま学食の前でふらーっと歩いてたら、向こうの方に助手やった阿比子さんっていう人、今宮城教育大の先生してて、もう僕の恩人みたいなね、先輩の、僕が東京芸大入った時に、大学院の1年生か2年生やったんですけど、浪人時代に大学院の1年生やったかな、4年生とかやったかな、すごい僕らにとってのスーパースターなんですけど、阿比子さんがいて、大木曽君なんかドバタやめたんだってとかって言って、どこで噂それ聞きつけたんですかみたいな。そういう噂ってみんな早いですよね。めっちゃ早いなと思うんですけど、いややめましたちって僕さここで専門学校でバイトしてるから一緒にやらないちって誘ってくれたんですよ。本当に辞めた次の日かなんかになんか本当ですかちって、じゃあちょっとさ面接だけ行ってよって言われたから、分かりましたちって、なんかデッサン持ってきてって言われたからちって、デッサン重いなめんどくさいなと思ったんで、電車クロッキーっていう A4 サイズのファイルを2冊持ってって、それだけでいいよって言われて、本当ですかっていう感じでしたもんね。でそれ1年間やりました。
でそこから九州の大学の方に来ることになるんですね。2006年からかなになるんですけど、2006年は結構いろいろ激動で、昭和大賞っていうのを取ったのも2006年だったですね。今から16年前の話でございます。東京芸大の話に戻すと、僕の年で平均3浪やったかな、なんかそんなんですよ。一番上は多分何浪とは言わないですよね。なんか何年かやってまたやっぱり絵描きたいとか言うてやりだす人とかいるから、年で言うと40ぐらいの人もいましたよ。30いくつの人もいたりとか、大学を途中で中退してやっぱり美術の方に来ていきたいとか言うてとかっていう人とかもいたりとか、本当なんかいろんな人種がいましたね。現役生が60人中多分5、6人やったんちゃうかなっていう記憶してます。今どんな感じか知りませんけど、あとはもう1浪2浪から3浪ぐらいが平均だったんで、僕の時はなんか現役で入ると、さっきね首席でって言ってたけど、やっぱ大変そうでしたよ。なんか技術的にも知識的にもいろんなもんが、もう大学入ったらなんかこう別にこう先生が手取り足取りなんか絶対教えてくれないので、先生より助手さんの方がね会うことあって、私今いた職場なんて助手っていなかったんで全部やってましたよ。出席取るのからもちろん授業の準備から何からみんなに驚かれましたもんね。うわーって35人ね担当して、うわーってね。でも東京芸大はなんとなくこう学年担任的な感じで先生教授がついているんですけども、なんか助手さんの方が親しいというか、教授の先生はやっぱりお忙しい先生が多いし、そんなに、僕が入った技法材料研究室の先生は毎日来られてました、ほぼですね。けど、あんま来られない先生は来られないかなと思いました。私が学生時代の学長のある先生は、本当に入学式、卒業式ぐらいしか来られないような、調べてみてください。先生がおられましたね。なんかね、その先生から、この中に天才が一人だけいるからみんなでサポートしましょうねっていう有名な芸大のあれ毎年のように言われる話なんかな。天才が一人いるからみんなでサポートしましょうねという俺らなんていう入学式のね式辞があったりするんですよ。意味わかりますね。みんなね天才が一人ぐらいしかおらんねやっていう話かもしれませんね。ちょっと体の方も書いていってます。で本当になんか授業とかももちろん座学とか熱心に出る人は出ますけどね、僕みたいな不真面目な人間とかもっと不真面目な人間とかもいますし、3年生からはもうなんか年に2回の公表会だけやったですね。確か今どうなってます知りませんけど、だから夏休み前と1月の中旬下旬ぐらいで、その公表会も今日どの先生に来てほしいかみたいなのに丸つけて、1週間ぐらいその先生が来るのを教室で待っとけっていう感じで、僕はもう本当にそーっと生きてたかったんであまり丸をつけなかったなっていう。でなんか大学は毎日もちろん行ってたんですよ。僕多分高校とかより出席率大学の方がいいですからね。それぐらい毎日行ってたけど、座学の授業にじっと座ってられない子っているじゃないですか。私ですね。90分は長い。90分は長かったね。偉いね。45分も長かったね。っていう感じで、卒業制作とかもほぼ見せずに助手さんとかにぐらいしか見せないと。でそれで卒業できるというね、なんか本当にだから入学するとき一番難しいけど、卒業するとき年2回の公表会でいいというね、本当にちょっと書いたらもしかしてそれで OK かもしれませんしね、そこでダメっていうのが下るってことはあんまなかったような記憶があるんですよね。だから留年するとかっていうのはなんかあったのかな。もう全部持ち上がりで4年生まで行った記憶があるんですけどね、間違えてたらすみません。覚えてないですそんな大学でした。毎日僕は大学には行ってました。もう大学で制作するために行ってましたっていう感じですね。っていう感じで24分5分東京芸大のなんとなく見えてきました。もうぜひね遊びに行かれたらいいと思います。動物園の方に向かってって、告白の方向かってってずーっと斜めに滝蓮太郎像とかがありますんで、なんか見たことあるぞとかね、こんな感じで芸大美術館は何か開館してたらみんな入れますので、岡倉天心像とかありますよ。そういうのとか
見たらバルザックってわかる、ロダンの彫刻とかがあります。意外とこう入っちゃいけないと思ってたりするんですけど、美術館が展示さえやってれば建物の中は多分まずいと思うんですけど、その辺散策するぐらいは多分いい。すみません、確証はありません。すみません。多分大丈夫だと思いますよ。食堂とかもありますんでね、バタ丼っていうのが有名ですもんね。バターと豆腐ともやしと何やったっけ、醤油やったっけ、2回ぐらい食べたぐらいで、僕はもうずっとキャッスルっていう方に行ってました。キャッスルの方ももしかして一般の人行けるかもしれませんよ。音楽の方なんで道端挟んで向かい側ですけど、ね、昔おっちゃんね、福本豊さんって人いましたもんね。福本豊って僕らからすると世界の盗塁王福本豊かなと思うんですけど、同じ名前なんですよ。福本豊さんがいつもシェ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 って僕のことなんか先生と間違えてて、いつもアイスコーヒーをくれるってシェ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 って、たまに先生教授とかとご飯食べに行ったりしてたからなんでしょうけど、シェ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 とかって言ってですね、ご馳走してくれたりとかしました。なんか七夕の季節になると教授たちがなんか飲み会があって七夕の会みたいなのがあるとか聞いたこともありますね。道挟んであんま会うことないからってことなんでしょうね。そんな話をダラダラしながら少しずつ書き進んでいったという次第でございます。ねえ、なんか懐かしいななんて思います。上野駅からとぼとぼ歩いたり、根津の方に行ったり、千代田線を使って、葛飾区金町というところに、家があったりしたので、帰ったりしていました。ちょっとずつ進んできましたね。もう最終段階に入っていきます。最後の方にザバッといきますので、ぜひそういうのも楽しんでみてみてください。芸大のお話を中心にしました。受験の時になんか面白かった学生とかの話もしてますんで、またね、機会あったらやりましょうね。そういう話もぜひした方がいいんちゃうかなと。私の場合ね、このラジオのように聞いてください。もう作画なんかもね、いっぱいありますけどもね、たまにこういう雑談昔話、日本昔話。はい、だいぶ出来上がってきました。さあ、最後の仕事です。ここで思い切ったスカンブルを見せます。これブルー系をまず塗りました。ちょっとやっぱりこの色白感をもっともっと色白にしたいなっていうことでコバルトグリーンみたいに塗ったんですけど、ちょっとティッシュで拭き取って油をなじませて、もう思い切っていてまう。ブワー行きました、ほら。ねえ、最終段階にこれだけ行くかって感じでしょ。どうですか、びっくりしました皆さんね。こんなもんかな、こんなもんかな。油弾いてないですよね。オッケーオッケーオッケー。で、ティッシュで拭き取ると。これもあんま拭き取りすぎやんぐらい、このぐらいかな。ね、これぜひ巻き戻って見てみてください。誰かから質問です。カンブル技法について何かありますかって言ってたんですけど、大体やってます。でもこの動画が一番多分分かりやすいんじゃないかなと。で、それでより暗いとこをキュッキュッキュッと書いたりとかしていってますよ。キュッ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 とね。面白いですよね。なんかね、日本にはそういう、なんか僕、合宿免許を取りに行った25歳ぐらいの時、博士課程入ってすぐの時に、日本で一番安い山形の方、ご無沙汰してます。あの時の私です。なんかこう、合宿免許取りに行って、それでなんか、電車で行って、駅降りて、で、なんかイーゼル僕持ってたんですよね。それで、なんかみんなこうバスにわーっと乗り込んでって、そのメンバーが多分その日から始まるグループというかですね。それでなんかこう、ご飯とこは近くのなんかで、こう、食券みたいなの与えられて、で、なんか、ここの焼肉屋で使ってとか、ここの定食屋で使ってみたいななんか食券渡されるんですよ。合宿免許っていいですよ、食事までついて。で、部屋では絵描いて、ちょっと勉強してなんか仮免とか合うかった受かったみたいなのとかして、で、ある時にその、焼肉屋かなんかで食べてたら男の子3人ぐらいがそーっと寄ってきて、こんにちはなんて言って一緒に合宿今受けてるもんです。そうなんですかなんて話したら、いや、なんかイーゼル持ってましたよねって言って、何してはる方なんですかって、絵描いててこう、どこどこ大学、東京芸大なんですよなんて話したら、いや、お話したかったんですって言って3人話聞いてあげて、そうなんやって、君たちどこの大学って聞いたら、ね、めちゃめちゃ僕に興味示してくれた子たちで、僕たち東大なんですって言って、すげえな、なんて言って、あの子たち元気してんのかな、めちゃくちゃ楽しく盛り上がって、お酒はなんかね、あれやったから僕おごってあげた記憶あるんですけど、ね、いつかご馳走してね、見てたらね、その3人ぐらい男の子、僕なんかお酒おごった記憶あるで、ね、なんかそんなんでめちゃくちゃ東大の人にね、なんか面白いって言われた記憶あるなと思って、変かなと思って、イーゼル持ってきたら変
と言ったら、はい、めっちゃ変でしたって言われました。で、それで絵描いてね、何枚か描きましたよ。2週間あるんでね、そんな夜ね、酒ばっか飲んでね、ぐた寝て、そんなもう真面目にこんなね、仮面の勉強ぐらいばーっとして、ね、あと絵描いててっていう感じでしたね。なんか懐かしいですね。東大も近いんですよね。だから、芸大と案外近かったりするんで、僕はね、東大行ったことないんですよね。行ってみたかったなと。たまに東大生に会うんですけど、芸大のがすごいって言われますけど、僕らからじゃ絶対東大のがすごいと言いますけどね、もう絶対にもう、芸大は万が一運が良かったら受かる可能性あるとこあるんですよ、実は。言うてしもった。言うてしもうた。ちょっとね、運もちょっとあるんですよね。やっぱ出題とかの傾向が全然違ったりするから、その年によって全然違うし、まあ本当にめちゃくちゃ難しい時に、なんかたまたまビタッとはまったりしたり、なんか楽しくやれたりして、すごくこう伸びやかに絵の具が置けたりとか、色が美しくなったりとか、ね、なんか動物園を描きなさいっていう試験があったりしたんですよ。こういう話またしましょうね。なんかね、面白いでしょ。私の時は自分のテーマで描きなさいということで、自由に描いていいという、本当にめちゃくちゃレアなケースでした。前の年はヌードであったり、石膏デッサンというふうに言われてます。石膏デッサン言うても袋をかぶってたんですけど、そうね、入試の話を中心に今日はなんか芸大の話全般の雑談をいたしました。本日もご視聴ありがとうございました。寝てくださいね。今寝かけてる人ね、絵描いてる人もこうラジオのように聞いてもらえたらと思います。今日はがっつり雑談をいたしました。皆様お元気で眉毛を描いております。こんな細い仕事してんじゃ、ぜひね、本物機会あったら見てください。うわ、細い筆で細いの描いてはるわって感じだと思います。15ぐらいの作品です。題名とかは未定でございます。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。最後ね、ちょっと明るいとこちょっと描いて完成へ向かっていきました。今日は日中川に遊びに来ました。ぜひ恐竜チャンネルをご覧いただければ、だいたいこの辺に行ったんだなというのがわかるんじゃないかなと思います。サワガニって飼えるんですね。サワガニを取ってきました。サワガニを最後完成へ向かっていきました。ありがとうございました。皆様頑張ってください。ではでは。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあいいですよね。自然を背景バックに、こういった感じもなかなか悪くはないんじゃないかなというふうに思います。皆様もね、あまり人がいないとこ探して、ぜひぜひいろんなところに行かれてみてください。私はそういうところいっぱい知ってますので、非常にいいですよ。またじゃあお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。